日本では普通の人なのに韓国だと負け犬扱いあるんですよ。韓国では成功しないとダメと考える人もいます。学歴、年収、肩書き、車の大きさまで、日本では成功したら嬉しいかなの価値観の人が感覚的には多い気がする。軽自動車でいいんじゃないののイメージです。今日のテーマ、すいません。ちょっと刺激的です。日本人が韓国に住んだら負け犬と言われる理由。でも、誰が負けで誰が勝ちか、そんな単純な話ではありません。話は3つあります。1つ目、ある投稿の紹介。2つ目、人々の反応。3つ目、僕の考察です。幸せとは何かが気になる人、ぜひ最後まで見てみてください。まず一つ目、投稿の話からしていきます。ある日、スレッズという SNS に一つの韓国語エッセイが話題になっていました。投稿者さん A さんの言葉をできるだけそのまま日本語に訳してご紹介します。ちょっとだけ長いです。ごく個人的な視点で見る日本の話。もともと日本に一生住むつもりはなかった。今も将来どうなるかは正直わかんない。それでも9年も住んでいるっていうことは、きっとここに好きな何かがあるからなんだなと思う。韓国で成功とされる者たちはいつもはっきりしていて、早くて刺激的だ。このぐらいで十分という言葉は時に諦めた人の言い訳のように聞こえる。でも日本には静かに長く自分の居場所を守っている人たちがいる。お店が反省していてもあえて拡大しない。ずっと来てくれているお客さんに感謝して同じ場所に留まり続ける。たくさん稼がなくても自分の好きな仕事をコツコツと続けて生きていく人たち。外から見れば平凡に見えるかもしれない。だけどその中には確かな覚悟と余裕がある。僕はまだもっと先に進みたいと思っている。うまくやりたいという気持ちは今も強いし簡単には消えないだろう。でもある人は頂上までは登らず真ん中に立ち止まって風に吹かれながら景色を楽しみたいと思う。その生き方も十分に美しくて意味がある。山頂も真ん中もどちらも尊重される社会。そういうところが日本のいいところじゃないだろうか。A さんはさらにある実体験を語っていきます。仲の良い日本人のカフェの店長さんがいます。そのお店はすごく反省してるんですよ。でも店舗拡大もチェーン店出店も全く考えていない。理由を聞いたら、今この場所でいつもの常連さんが来てくれて話しながら美味しいコーヒーを出せるのが一番幸せだからと言っていた。その瞬間、自分はやっぱり韓国的な思考にとらわれてたんだなって実感した。この投稿、僕も読んでいて本当にその通りと思いました。静かだけど確かに今の韓国と日本の生き方の違いを浮かび上がらせています。どっちが正しいではない。でも人生の生き方は一つじゃないと思い出せてくれる言葉でした。で、2つ目の話はですね、その投稿に寄せられた共感の声たちがありました。A さんの投稿には数多くのコメントが寄せられていました。どれも韓国、日本、もしくは海外生活を経験した人ならではの実感のこもった言葉ばかり。ここでは印象的だったコメントをいくつか紹介します。B さんという人はですね、もしかすると日本ってすでにバブル時期を経験して走り続けることの限界を体感した国なんじゃないでしょうか。だからこそ文化も成熟していて落ち着いていて、自己表現もどこか淡々としていて心に染みるんです。例えばシティポップとか渋谷系とか、ちょっと控えめでそれでも深く語りかけてくるような音楽、クラシックまで幅広く楽しむ文化もすごく印象的です。僕の思ったこととしては、豊かさの先を経験した国だからこそ今を味わう力があるのではと思いました。C さんはですね、私は会社勤めはしていないけどすごく共感します。韓国はかなり殺伐としているし、アメリカなんてもっと競争社会。でも日本ってそういう競争ありきの社会とは少し違うと思う。僕が思ったのは、世界3カ国をまたぐ視点から日本の独自性を感じるコメントだなというふうに感じました。ゆっくり生きる自由が日本には確かにあるとも思いました。D さんはですね、超共感です。私は日本人と結婚して20年、日本に住んでいます。夕方、犬と一緒に散歩しているとき、ふと見上げるオレンジ色の空、静かに暗くなっていく東京の端っこの街、そこにある何気ない秩序や温かさが私は大好きなんです。僕が思ったこととしては、日常の中のささやかな美しさに心から感動している様子が伝わるというふうに思いました。
夕焼け、散歩、街角、五感に染み込む日本の空気だなというふうに思いました。イーさんはですね、韓国の基準で見れば私は負け犬なのかもしれません。でも正直お金をたくさん稼ぎたいとも思っていないんです。週3日午前中だけ働いて午後は自分の時間を楽しむ。それができている今の生活にすごく満足しています。で、僕が思ったこととしては他人基準を手放した時に訪れる人文塾の幸せなんだなというふうに思いました。とても静かで、でも力強い選択だなと思いました。F さんはですね、私の場合は事情は違うけど他人と比べず自分のペースで意識せずに生きていけます。それが日本で暮らしている理由です。大きな成功があるわけじゃないけれど、小さな余裕と幸せを日々感じながら生きていられるからとコメントしていました。静かな満足が行間に滲んでいて、思わずうなずきたくなるコメントですね。どのコメントにも共通していたのは、数字では測れない人生の価値を日本で見つけたということ。これはきっと視聴者の皆さんの中にも眠っている感覚かもしれません。で、3つ目の話はですね、僕がこの投稿、そしてコメントを思ったことたちです。たくさんのコメントとか読みながら、僕はある根本的な問いにたどり着きました。それは、じゃあ、自分にとっての幸せって何なんだろうという問いです。人生の正解は人の数だけありますよね。ある人にとっての価値は別の人にとっての疲れかもしれない。ある人にとっての普通は誰かにとっての夢かもしれません。つまり人はそれぞれ価値観が違う。だからこそその人が大事にしている価値観を歓迎する社会に向かうことが今の時代に一番必要なんじゃないかなというふうに思います。日本が絶対に最高、もしくは韓国が絶対にいいだなんて僕は思いません。人それぞれですから。日本ののびのびとした生き方はおかしい。韓国の競争志向はおかしい。だなんて僕は思いません。どっちもそれぞれ合う人合わない人がいるんだろうなというふうに僕は思っています。だからどちらにもそれぞれの文化としてその社会としての傾向があるかなというふうに思っていて、人々がその社会とマッチしているかどうか、自分が大切にする価値観と合っているかどうか、それだけが大事なんじゃないかなというふうに思いました。韓国は速さ、成果、競争に重きを置く文化。日本は継続、誠実、安定を重視する文化。僕はそのように感じています。もちろん例外もあるし、時代によっても変わるけど、全体としてそういう風土があるかなというふうに思いました。じゃあ大事なのは何か？自分がどんな人間かを知ることなんだなというふうに僕は個人的には思っています。例えば僕は昔は目立たなきゃとか、面白い人にならなくちゃ、勝たなくちゃ、もっと上へと思っていました。でも日本に来て肩の力が抜けていくのを感じました。家族と歩く夕方の公園とか、銭湯の湯気とか、コンビニのあたかにおにぎり、そういう風景を見ながら何でもない瞬間に確かな幸せがあることを感じるようになりました。だからこそ、僕は個人的にはこう思っています。例えばそれじゃダメだよって言ってきても、例えば韓国でとか日本でとか、もっと頑張んないととか言われても、自分のいる場所で納得して生きていられること、その毎日が幸せならそれが人生の価値なんじゃないかなというふうに思いました。視聴者さんの皆さんにも質問があります。この動画を見てくださったあなたにも何か一つ問いかけてみてください。自分が気持ちよくいられる場所ってどこだろうって、今あなたのいる場所は合ってますかって聞きたいです。もしかしたらその場所っていうのが日本かもしれないし、韓国かもしれない。日本の今の職場かもしれないし、今の大学かもしれないし、今住んでる場所かもしれないし、そうではないかもしれない。でもどちらであれ自分の心を軸に環境を選べた人たちはもう負け犬とかそういう話とは離れているというふうに思っております。最後に大事な話。僕のチャンネルでは韓国人留学生として見た日本と韓国の違いを全力で発信しています。ぜひチャンネル登録でこれからも一緒に歩んでいきませんか？以上、パクンでした。アンニョーン。